皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日米の中国外しについてです。特に製造業における脱中国政策の話題を取り上げていきます。現在アメリカは世界で最も新型コロナウイルスによる被害を受けている国です。そのため、アメリカで行われたアンケートによると、中国に対する警戒感、もしくは嫌悪感といったものは非常に増大しています。こうした国民感情もあって、中国に対して問題点を厳しく追及できるかどうかというのは、大統領を支持するかどうかの分かれ目になっています。そのため、次回行われる大統領選挙において、対中国政策をどうするのかというのは非常に大きな争点となります。かつて中国の台頭を放置していたオバマ元大統領と違い、現在のトランプ大統領はアメリカファースト、自国第一主義を掲げています。アメリカに製造業が戻ってくるようにするためには、中国が好き勝手することを許してはならない。そのために行われていたのが、米中貿易紛争だったわけですが、この延長線上に今はいます。新型コロナウイルスによる被害が拡大すると同時に、中国への嫌悪感が増し、そのことがまたトランプ大統領の対中国政策をより一層進めやすい状況になりつつあるのです。こうしたアメリカの状況とともに、直近日本の政策がどのようになっているのかも見ていきましょう。それではニュースをどうぞ。アメリカ、世界の供給網から中国排除へ取り組み加速。トランプアメリカ政権が新型コロナウイルス感染拡大に対する中国の対応をめぐり、新たな対中関税措置を検討すると同時に、世界の産業供給網から中国を排除する取り組みを加速させていることが当局者の話で明らかになった。国務省のキース・クラッチ次官はロイターに対し、アメリカは数年前から供給網の中国に対する依存度の引き下げに取り組んできたが、現在こうした動きを加速させていると指摘。どの分野が重要で深刻なボトルネックがどこに存在しているのか洗い出す必要があるとし、アメリカの国家安全保障に関わる問題で政府は近く何らかの措置を打ち出す可能性があると述べた。現職の当局者や元当局者によると、商務省及び他の政府機関は調達と製造の双方を中国から他の地域に移すよう企業に働きかける方法を模索。税制優遇措置や国内回帰に向けた政府補助などが検討されているという。当局者の一人は、政府全体で取り組みが進められているとし、製造業のどの分野を必須とみなし、中国外でどのように製造していくか各省庁で検証が進められていると述べた。トランプ大統領の対中政策は、政権内の対中強硬派とビジネス推進派の舞台裏での攻防が特徴の一つとして挙げられるが、現在の状況下では対中強硬派が勢力を増していると主張。当局者は中国との取引に関連して存在していた懸念が全てコロナ禍で具現化した形になっており、破滅的な事態に向かう地合いは整っていると語った。当局者によると、中国に対する措置としては、関税以外に同国の当局者や企業への制裁や台湾との関係強化という選択肢もある。別の当局者によると、アメリカ政府はエコノミック・プロスペリティ・ネットワークと称される信頼のおけるパートナーとの連携を構築中、デジタル事業、エネルギーとインフラ、研究、貿易、教育、通商など広範な分野で共有できる基準を採用して運営されている企業と市民社会団体が参画するとしている。これに関連してポンペオ国務長官は4月29日、アメリカ政府は日本のほか、オーストラリア、ニュージーランド、インド、韓国、ベトナムとともに世界経済の前進に向け取り組んでいると表明。今回のような事態の再発を防ぐための供給網の再構築などが協議されていることを明らかにした。米中ビジネス協議会のダグ・バリー報道官は、コロナ禍で明るみに出たリスクの度合いを踏まえると、供給網の多様化は理にかなうと指摘。ただ、中国で稼働する企業がこぞって国外に移管する動きはまだ見られていないと述べた。国連の統計によると、中国は2010年にアメリカを抜いて世界最大の製造業国として台頭した。アメリカが政策的に脱中国を進めているという一方で、日本がどうなっているか少し政策を見ていきましょう。供給網の国内回帰を支援、グローバル展開の進化も課題。新型コロナウイルスの感染拡大による経済の急収縮に対応する緊急経済対策は総額117兆円と空前の規模に膨らんだ。
急ごしらえの対策に入った見逃せない政策の中身と課題を点検する。コロナ禍でこれまで輸入に頼っていたマスクや医療機器などが日本に入りにくくなった。政府は2020年度補正予算に生産拠点の国内回帰を促す補助金として2200億円を持ったが、しなやかで強固なサプライチェーン、供給網の構築にはまだ課題が残る。補助金は特定の国への生産の依存度が高い製品や素材について国内に工場を新設したり、設備を導入したりする場合が対象だ。特に念頭に置くのが中国からの分散だ。2017年の中間材の輸入に占める中国の割合は 21.1% と高い。補助率は中小企業が複数社で申請した場合が最大の4分の3となり、1社で申請する場合は大企業が2分の1、中小企業が3分の2だ。アイリスオーヤマがマスクの一貫生産を6月にも宮城県内で始めるのが適用第1号になるとみられる。不織布などの材料も内製化し、月に1億5000万枚を生産できるようにする計画だ。経済産業省の海外事業活動基本調査によると、製造業の売上高に占める海外生産比率は直近の2017年度時点で 25.4% と過去最高水準にある。2011年の東日本大震災で国内の供給網が傷んだのを契機に海外移転が加速した経緯がある。今なお災害リスクや人件費の高さなどを考慮すると、海外生産に経済合理性があると考える企業は多い。自由貿易に基づく国際的な分業体制こそが世界経済の成長力の源泉だったが、足元ではアメリカを中心に自国優先の保護主義が首をもたげる。コロナ禍の収束後の経済の回復に向けて安全保障や効率性、コストなど様々な要素のバランスを踏まえたグローバルな供給網の再構築と進化が試される。中国の台頭を許さないという政策はアメリカのトランプ大統領にとっては基本政策の一つです。そういった意味においてこれを加速させるというのがトランプ大統領の考えであればそれは当然のことでしょう。一方で日本は残念ながらこうした基本戦略を採用しているかと言われればそうではありません。今回の緊急経済対策の中に盛り込まれたこうした国内回帰やもしくは中国から東南アジアへの生産の移転などについての補助金などについてもあくまでも基本戦略というよりは今回の問題に対する措置の一つに過ぎないという見方もできます。そういった意味においては日本も国内回帰を進めたいという気持ちはあるが、あくまでもそれは一時的なものであり長期的な国家戦略の中に組み込まれているとは言えないと言えます。ですから、やってはいるんだけど不十分ということが言えます。一個人の発言としては非常に問題のあるトランプ大統領ではありますが、こと中国に対する政策としては日本も見習うべき点が非常に多くあります。例えば、トランプ大統領は自国第一主義を掲げて、国内に製造業が戻るために様々なことを行っています。まずは中国に対する関税政策などもその一つですし、国内に戻ってくる企業に対する補助金などについてもこれは大いに学ぶべき点があります。そして戻ってきやすいような環境を作るために法人税の減税なども行っています。日経新聞の記事の中にもあったように、海外で生産した方がコストが安いという考え方から日本国内から外に出るというのが経営者の中にはあります。このような状況をそもそも変えるためには、何といっても日本の中においては、法人税が他の国と比べて高いですよであったり、電気代が高いね、人件費が高いねといった、そういったビジネス環境についての改善を図るしかないでしょう。日本国内だけを見ていると、法人税を下げるのはけしからんという声もあるわけですが、世界全体を見てみると、企業をいかにして自分の国に根付いてもらうか、そのためには法人税を下げるのが一番手っ取り早い政策であるということはよく言われています。そのため世界には法人税を下げる競争といったものも行われているのです。こうしたビジネス環境によって世界各地で様々な業務が振り分けられているといったことは、例えば私を例にしてみましょう。私はこの YouTube で動画を発信しているわけですが、まずはじめに YouTube が私が一体どこに住んでいるのか住所確認をするためにメールが送られてきました。このメールというのは郵便のことで実際に私の住所に届いたものです。その差出国は一体どこかといえばベトナムでした。
おそらくは東南アジア全域をカバーするためにベトナムが一番良かったのでしょう。また、私が確定申告する際に YouTube から広告収入をもらっていますね。それは一体どこの国からですかといったところを書かないといけないわけですが、私の場合は YouTube のシンガポール支社の住所を書く必要がありました。最初の例に挙げたベトナムはおそらく地理的な要因からベトナムにその配送センターを持っているのでしょう。そしてお金がどこからやってきているのか、それがシンガポールですよというのは、おそらくシンガポールの方が法人税が安いから、そちらの方でお金の管理をしているのだろうと想像できました。YouTube の場合は製造業ではありませんが、製造業の場合であっても同じように、あそこの国の方が電気代が安いね、あそこの方が人件費が安いね、あそこの国に進出すると多くのお金や、もしくは土地の手当なども政府がしてくれますよといった、そのような様々な条件をもとにして、日本よりも他の国で業務をした方がいいなと思うような日本企業があることも確かなのです。そのようにビジネスのしやすい環境を作ることもまた一つ重要な話なのです。政治的な意味において中国外しをするということは一つ重要な国家戦略ではあるわけですが、それによって企業が苦戦するようなビジネス環境であってはいけません。日本企業が日本でビジネスしやすい環境を作った上で、企業に対しては利益が出たらしっかりと労働者にお金を配ってくださいねという、そうした政策こそが今の日本政府に求められるものではないでしょうか。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。